今度は東北小さな旅です。今週は山形県の米沢市を訪ねます。奥羽本線の峠の駅、その名も峠駅というんですが、海抜1000メートルの山奥にある落差50メートルの大きな滝まで旅をします。旅をするのは山形放送局の中田樹里さんです。奥羽本線で福島との県境に近い山形県米沢市にある峠駅に向かっています。今日私は峠駅から大滝川の上流にある滑川大滝を目指します。峠駅は海抜624メートル、奥羽本線で最も標高の高い駅です。この峠駅は明治32年にできた駅で、現在は無人駅です。この広い空間、高さ12メートルもあります。天井の高い駅の建物だと思ったのは、実は線路に雪が積もらないように作られた巨大な雪覆いでした。峠駅のホームで立ち売りをしている方に出会いました。駅弁を売っているのかと思ったら、力餅という名の大福餅を売っていました。これはどこかで本当に綺麗です。夏ここだけ静かで涼しくて。この駅で力餅を売り始めたのは明治34年。東北を訪れた皇太子時代の大正天皇もこの力餅を買い求めたといいます。看板が出てますね。峠の茶屋力餅。お餅を売っていたおばさんに餅を作っている駅前の茶屋に案内してもらいました。こんにちは。いらっしゃいませ。こんにちは。はい、こんにちは。どうもいらっしゃいませ。こちらで峠の力餅を作ってるんですね。そうですそうです。はい。ここでは製造本部です。はい。どうして力餅って言うんでしょうか。ああ、そうですか。自分で4代目になりますけども、初代がね、小柄ながらにもそう人一倍働いてね、もう目いっぱい力餅のように働いたもんでね、そのネーミングを取って、あとはそうですね、ここ1000分の38の勾配で大本線が登ってきますので、その勾配を勢いをつけて登るっていう力を込めてね、力餅っていうダブらせて、そういうネーミングにしたわけです。はい、大変お待たせいたしました。早速力餅を味見させてもらうことにしました。はい、どうぞごゆっくりどうぞ。どうもありがとうございます。それでは早速いただきます。あ、柔らかいですね。そうですよ。いただきます。出来たてでね。柔らかいですね。はい。さて、お餅を食べて腹ごしらえをした後は温泉へ向かいます。駅前に温泉の車が来ていたので乗せてもらうことにしました。よろしくお願いします。滑川温泉までは曲がりくねった山道を登っていきます。道路の周囲は木々に囲まれ、涼しい風が渡る緑のトンネルを走っているようでした。滑川温泉は山あいの渓流の河原にあります。滑川温泉は室町時代にここを訪れた武士が河原で滑って転び、その時偶然温泉を見つけたことから名付けられたといいます。この温泉はリウマチや神経痛に効くとされています。この滑川温泉は湯治場でもあります。今年8年。こちら様は湯治客は平均して1週間自炊をしながらここに滞在します。中には3ヶ月滞在する人もいます。どうもこんにちは。こんにちは。お邪魔します。
はじめまして。毎年この時期にやってくるという当時客の方を訪ねました。お邪魔します。こんにちは。このお部屋はいつもこのいつもこの部屋よ。いつもこの部屋ですか。毎年よ。毎年。この部屋自分のうちみたいなもんだじゃ。別荘みたいな感じですか。だ別荘だ花ティックで。お茶飲みしてね。いっぱいみんなお友達できてんべした。なんかここだけでご近所付き合いができちゃうんですか。隣の耳で。ね。いただきます。当時客の方が作ってくれた笹巻きをごちそうになりました。割り国。美味しいね。美味しいか。まだかな。美味しくて。遊んできた？私食べたま。このは早いんだ。笹巻きを皆さんと一緒に食べ、お茶を飲んでいたらすっかり和んでしまいました。当時客の方が裏山にある滝を見に行くというので、途中までご一緒することにしました。木の枝を杖にして山道に挑戦です。山道を歩いていくと綺麗なキノコを見つけました。卵竹です。卵キノコの大きいの。傘が赤いため毒キノコと間違われがちですが、食べられる美味しいキノコです。フランス料理にもよく使われ、キノコの帝王とも呼ばれています。このキノコ、傘が開く前は白い卵に似ているため、卵竹と呼ばれているのです。細い山道を登りきると尾根の頂上にたどり着きました。ほら涼しいこと。頂上なもんだから涼しいは。遠くに滑川大滝が見えました。滝はまだまだ遠くです。じゃあいってらっしゃい。いってらっしゃい。じゃあどうもね。気をつけて行ってらっしゃい。気をつけてね。一緒にここまで来た当時客の方とはここでお別れし、あとは私一人で滝を目指すことにしました。途中は急な斜面が多く、かなりきつい道のりです。ようやく山道を抜け、大滝川に出ました。大滝の一つ手前の小さな滝で水遊びをしている人たちに出会いました。毎年こちらの方には必ず来るんですか？私は毎年1回から2回は来ますね。必ずこの季節でしょうか？そうです。大変この時期のここの水っていうのが非常に綺麗で、でご覧の通りエメラルドグリーンの非常に美しい水なんで。さらに川を登っていくと視界が開け、滑川大滝の姿が近くに見えてきました。気持ちいい。おー、涼しい。滑川大滝は標高1000メートルにある落差50メートルの大滝です。霧状の滝のしぶきが全身にかかり、本当に涼しく、ここまでの旅の疲れを癒してくれました。
この壮大な滝を仰ぎ見ていると、その自然の素晴らしさに圧倒されました。